今回はベータテスターも新規の方もためになるはずなので、ぜひ見ていただきたいです。よろしくお願いします。ブルプロの動画を投稿しているクレリーと申します。ネットワークテストまでもう秒読みという状態です。楽しみですね。おそらく開始前に公式からもう一つ情報は来るかなと思ってはいたのですが、待ちきれないのでもう動画出しちゃいます。何を待っていたかというと、レベルの上限とかエリアとかアナウンスちゃんとあると思うんですよね。招待枠締め切った10日以降なのかもしれません。さて今回はネットワークテストの参加者向けにぜひともご案内したい内容です。今までのテスター、新規の方ともに 100% ためになる予習動画だと思っています。新規の方はですね、事前情報なしでまっさらで始める方もいるかと思いますので、情報を知りたくないなっていう方は今回はここまででお願いします。それでも正直見てほしいとは思っています。早速行きましょうか。まずは過去テスターとして参加した方向けにご案内。皆さん、今回のテストで一番やばいものって何かわかりますか？答えは時間です。テスト期間は3日間とはいえ、土曜の午後2時から月曜の午後2時までなので、リアルに48時間。仮に期間中、飯風呂睡眠以外を全てブルプロに当てたとしても32時間。これは新生ブルプロの全てをしっかり味わうには絶対時間が足りません。ですので予習をして決めておくことをお勧めします。それぞれ何に時間をかけるのかを、この画像をご覧ください。これは何かというと、ネットワークテストでおそらく遊び尽くすのに時間がかかるコンテンツです。そして時間は各々参考としてこれぐらい時間がかかるのではないかという目安です。色のついた枠はネットワークテストからの新規コンテンツです。例えば1、初期キャラクリでは事前にしっかりどうするか決めていればだいたい3分で終わるんですけれども、やり込むと30分ぐらいかかると思います。2のエステや衣装など見た目を揃えるのはもう時間は未知数です。3は新クラスのスマッシャーやいろんなクラスを遊びたい方、もちろんこれは時間のかかり方は無限大でこれも未知数です。4、5のクラフトやバースト検証など突き詰めたい方はこれまた時間はかかっていくでしょうね。6のチーム活動したい方も同じでしょう。7の CBT ストーリーまではしっかり飛ばさず見て進めて3時間ぐらいかなと思っています。8のフィールド巡りは15のネームド狩りと合わせてやっても全エリア 4,5 時間はかかっていくかもしれないですね。9のレイドバトルはおそらくあるはずですので、1戦約15分と考えて、あと何戦するかで時間が変わります。10のフォトモードを遊び尽くすっていう人もいるでしょう。また11の新コンテンツ連綿の塔も1プレイ20分ぐらいはかかると見込んで、こもって繰り返す人もいるかもしれません。12の街散策も CBT の時より施設も増えて変化も何かしらあるはずですので、楽しむ人もいるでしょう。13のクエストもやり込むとめちゃめちゃ多いし時間かかります。14の自由探索はそうですね、ダンジョン一つならば1時間もあれば十分でしょうかね。そして問題がここから。16、17、18、新エリア、新ストーリー、そして公開されていない何かが来るかもしれない。もうここら辺が来たらもう時間が属性バーストです。もういつ寝ればいいかも全然わかりません。ということで、時間が限られる方は何に時間を使うか決めておくと有意義に過ごせるかもしれませんね。ちなみにこれらは時間がかかるコンテンツ一覧ですが、短時間で遊べるコンテンツもあるんですよ。はいドーン。釣りやじゃんけんなどの新エモート、染色屋やキャンプなどネットワークテストからの新要素も盛りだくさんです。システム関連やハッドを極めるぞっていう方もいるかもしれませんね。さあ皆さん、テストで何をしますか？私はね、もう普通に全部って思っているので、ワクワクと時間に追われる恐怖が今もうせめぎ合ってます。ぜひね、この画像も一時停止で見ながら計画を立ててみてくださいね。次に新規の方にお勧めしたいのが、私が投稿した全動画の中から抜粋。今まで視聴者の方から分かりやすかったです、参考になりましたなどありがたいお声をいただいたものを拾って
ギュッとして紹介します。知っておいた方がいい情報1、派生攻撃。新クラスのヘビースマッシャーの情報はないですが、どのクラスもスキルではなく、通常攻撃の連打の途中で方向キーや長押しをすることで、いろんな特殊攻撃ができたり、バフがかかったりします。詳細はクラススキル動画で映像付きで紹介しているんですが、今回はね、ここで簡単に。イージスでは攻撃、4回目で横攻撃で派生攻撃というのがあるんですね。操作や効果はクラス全部で異なります。運営からは現在に至るまでここを触れられていないので、ネットワークテストでもこれは継続であると考えています。さて、新規の方には各クラス、この派生だけでも有用なので、1個だけでも覚えていってねというのを紹介しますね。イージスが通常2回目で後ろ派生攻撃で防御力アップ。ストライカーは通常2回目で後ろ派生攻撃で攻撃力アップ。アーチャーはもうこれめっちゃ使います。もうほんとメジャーです。1射目から長押しで自分と周りのプレイヤー広範囲に移動速度アップ。キャスターは通常3回目で後ろの派生で EP のチャージ速度アップ。他にも派生はありますが、一つこれらが有用だと思っていますので、ぜひ参考にしてください。繰り返しですが、ネットワークテストが始まって変更されてしまうこともあるかもしれません。2、ゾーンやエリアについて、なんとなくしか分かっていない方もいると思うので、初期の初期に私が投稿した動画をリメイクしましたので、こちらをご覧ください。こんにちは、クレリーブルプロチャンネルのクレリーです。ブルプロのゾーンチャンネルの解説をします。平行世界がいっぱいあるのをイメージしてください。仮の呼び方でアステルリーズの街をチャンネル A、B、C で区切っています。チャンネル A の街上限200人までですので、超えたら B の街へ人が入ります。B が超えたら C へ行きます。街 C に注目。一つの街ゾーンの中はロードなしで移動が可能です。フィールドを見てみましょう。東西南北のゾーン名は仮で付けています。北ゾーンから東ゾーンへ移動すると、ここはロードが発生し切り替わります。チャンネル A の街にプレイヤー1、2、3の3人がソロでいたとして、それぞれフィールド東ゾーンへ出ると、空いてるチャンネルの東ゾーンへおのおの飛びます。どのチャンネルへ行くかは選ぶことはできません。ランダムと言っていいです。んで、それぞれ全員南ゾーンへ移動したとすると、このようにまたランダムで空いているチャンネルの南ゾーンへ飛びます。1、2、3の3人でパーティーを組みました。今は全員南ゾーンにいますが、平行世界なので一緒に戦闘はできません。ですが、パーティーを集合する機能がありますので、全員同じチャンネルのゾーンに集まることが可能です。この状態でみんなで街に帰還すると、優先的に同じ街のチャンネルになりやすいとのことです。3、クラフトプラグ関連。武器を製作すると成功か大成功かに分かれます。大成功でもソケットの数が2、3、4でまた分かれます。ソケットの数が多いと強化プラグがたくさん装着できます。武器の基本性能は成功でも大成功でも同じです。どの特攻効果がつくかはランダムになっています。プラグは装着時に効果の大小がランダムという内容です。より細かく案内しているのはパーフェクトマスターの動画になりますので、そちらもぜひご覧ください。次、マウントイマジンを入手しよう。よく映像で見る乗り物です。CBT と同じならミンスターホルンのクエストで入手ができますが、変更はあるかもしれません。これがあるかないかで冒険の進行全然違いますので、序盤のクエストで入手できるはずなので、お早めに狙いましょう。ちなみに CBT の時では1分でクリアできました。次、CBT の時のスタンプ一覧です。一時停止をしてみてください。お気に入りをショートカットに入れておくと冒険楽しくなりますよ。そして新規の方へのおすすめな遊び方を紹介します。一からね、まっさらな白紙の世界をゼロから塗って進んでいくのももちろんいいんですけれども、紹介させてください。本作、オンライン RPG。そう、RPG ゲームですので、基軸としてストーリーを進めていくことをお勧めします。言い方を変えればメインクエストですね。テストで遊べる範囲も割かし長く、前回のテストではストーリーの区切りが終わってから本番みたいな感じもありました。メインクエストーリーですねをこなしつつ、合間に他のコンテンツを遊び、
折を見てまたメインクエをこなして、また合間に他を、そしてまたメインクエをこなし、最終的に現在進められるストーリーを全部見終わることを目標にする。終わったら自由に遊ぶ。これがいいかなとは思っています。個人的な感想なので、参考程度にぜひお願いします。予習のお話はここまでで、告知があります。CBT の時と同じく、今回もネットワークテスト開催の前日にライブ配信ネットワークテスト前夜祭を開催します。どうせ皆さん楽しみで寝られないんでしょですからぜひ遊びに来てくださいね。予定では準備の話とかチームの話とか私が視聴者の皆さんにお願いなども用意しているのでいろいろ話題にしたいと思います。そしてさらに今回はこちらも同じくライブ配信ネットワークテストお疲れ様高野祭。今回はテスト後もライブ配信をします。どうせ終わったワクワクな興奮残ったままなんでしょう。予定通り月曜に終了したならばその月曜の夜配信をします。皆さんの感想を持ち寄って遊びに来てください。今回はここまで。それではまた。